今回は NSR250R のクラッチ油圧化のノウハウを紹介するよ。以前3種類のケーブル式のクラッチセットの比較を動画にしてるよ。深掘りしたのは手元にあったものとアリエクで買った2種類だったけど、この段階ではケーブル式クラッチのデータを集めたってとこだね。最初からクラッチを油圧化するつもりだったから、その比較のためのケーブル式クラッチのデータ確認だったんだ。それで今回はクラッチを油圧化してケーブル式クラッチと同じようにデータを確認していくよ。クラッチ油圧化といってもマスターシリンダーやプルシリンダーのピストン径やストロークなんかうまく使える組み合わせがわからない。それで比較的安価に買えるもので、マスターシリンダーのピストン径が 17.5mm と 15mm の2種類、フルシリンダーはピストン径 12.7mm がストローク 15mm と 10mm の2つ、ピストン径 15mm がストローク 15mm で合計3種類を入手したよ。ただピストン径 12.7mm、ストローク 15mm のシリンダはフルード漏れがあったんで今回は除外することにした。マスター径で2種類、フルシリンダー径が2種類だから合計で4パターンの動作を確認することになるね。比較するのにマスターやプルシリンダーを交換するたびに配管のつなぎ替えや矢抜きするのは手間なんでノンリークジョイントを使うよ。ノンリークジョイントでつなぎ替えるためにホースをたくさん作る必要があるね。ホースフィッティングやジョイント、バンジョー、ホースなんかは一通りアリエクの中華品だね。使い始めたのは ZX10R 用のブレーキライン製作で、最初はちょっと怖かったけど、質感は悪くないししっかりと組めばリークもない。配管をつなげたところはこんな感じで、微妙な長さの調整ができてジョイント配置にもこだわることができるし、コスパが高いんで重宝してるね。それでノンリークジョイントを経由して油圧ラインをつないだところはこんな感じ。少し無理っぽく見えるけど、アンダーカウルを外しただけで切り替えられるような配置にしてるんだ。フルシリンダーはエンジン下のワイヤーホルダーに取り付けるけど、ワイヤーと違ってリンクレバーとワイヤーホルダーの向きがシビアになる。ワイヤーホルダーを微妙に曲げるような調整をしてフルシリンダーのロッドを直線的に配置できるよう修正が必要だったね。ワイヤー式だとこの辺の配置は多少ラフでも吸収できるみたいだね。あとフルシリンダーのロッド長さの調整も必要になる。 NSR はワイヤーホルダーからリンクレバーまでの距離が長いからフルシリンダーに付属してる調整ボルトだと長さが足りない。寸切りボルトを別に用意して NSR に合うように調整してるよ。一通りの要素部品ができたんで動作を見ていくけど、クラッチマスターを車体に組み込むと比較のための交換が面倒なんで車体の外で組んでみたよ。マスターとプルシリンダーの油圧の考え方はパスカルの原理が元になるね。マスター側のピストン径を小さくすると操作力が小さく、操作量は大きくなる。逆にマスターのピストン径を大きくすると操作力が大きく、操作量が小さくなるはずだね。同じプルシリンダーの場合、レバー操作を軽くしたいならマスター径を小さくするし、クラッチの切れを速くしたければマスター径を大きくする。それを踏まえてそれぞれのシリンダ径から面積を計算してその比率をまとめた表だよ。マスター側シリンダ面積割るプル側シリンダ面積でその面積比を計算して表にしてるよ。マスター 15mm、プル 15mm ではシリンダ面積が同じなんで1となってこれを基準に見ていくよ。それ以外の組み合わせではプル側に比べてマスター側の方がシリンダ面積が大きいから割合としては1より大きくなってる。割合が1より大きいほど操作力が大きくなって操作量は小さくなるはず。計算上はマスター15、プル15に比べてマスター 17.5、プル 12.7 は2倍近い操作力が必要になるはずだね。
実際のレバーの操作力を測定してみる。最初にマスター 17.5 とプル 12.7 の組み合わせだよ。正確な把握は難しいけど、だいたい 13kg ちょいってとこだね。次にマスター 17.5 とプル15の組み合わせだよ。この組み合わせは 12kg ちょっとって感じだね。次にマスター 17.5 とプル15の組み合わせだよ。この組み合わせは 11kg ちょっとって感じだね。最後はマスター15とプル15の組み合わせだよ。この組み合わせが一番軽いはずで 10kg いくかいかないかって感じだね。面積比とレバー操作力実測値を比較してみると近い傾向ではあるけど比例関係ではないね。ピストン径が小さい 15mm 系のマスターの方がクラッチ操作が軽くなるのは予想通りだね。今度はそれぞれのシリンダ径とストロークから容積を計算してその比率をまとめた表だよ。プル側シリンダ容積割るマスター側シリンダ容積でその容積比を計算して表にしてるよ。マスターのフルストロークは 10mm だけど油圧が立ち上がるまでのロスがあるんで 8mm を有効ストロークにしてみたよ。これでプルシリンダーをフルストロークさせるためにどの程度レバーを操作するかのレバー操作量がわかるはずだね。例えば 12.7mm のプルシリンダーだとレバーを1ストロークさせずにプルシリンダーはフルストロークする計算だ。これを踏まえてクラッチマスターの操作に対してプルシリンダーがどう動くかを単体で見てみるよ。レバーの位置は 15mm マスターも 17.5mm マスターもハンドルバーからレバーまでの距離を 60mm でセットしてるよ。これでマスターシリンダーのストローク 10mm を使い切る配置になるね。まずマスター径 17.5mm とピストン径 12.7mm シリンダーの組み合わせでの単体動作だよ。大体マスターを7割ストロークさせるとフルシリンダーが 10mm フルストロークしてるね。次にマスター径 17.5mm とピストン径 15mm シリンダーの組み合わせでの単体動作だよ。およそマスターを 1.3 回ストロークさせてフルシリンダーが 15mm ストロークしてる感じ。それからマスター径 15mm とピストン径 12.7mm シリンダーの組み合わせでの単体動作だよ。およそマスターを1回ストロークさせるとフルシリンダーが 10mm ストロークする感じだね。次にマスター径 15mm とピストン径 15mm シリンダーの組み合わせでの単体動作だよ。マスターを2回弱ストロークさせるとフルシリンダーが 15mm ストロークする感じだね。計算値と実測を比較するとおよそ近い値になってるのがわかるね。レバーストロークの計算と実測をもとにレバー1回操作でフルロットがどの程度引っ張られるかを計算して表にしてみたよ。ポイントになりそうなのがマスター15とプル15の組み合わせでロット引っ張り量が 8mm と少なくこれでクラッチが切れるかどうかだね。ということでクラッチの動作量と駆動が切れる位置を確認してみたよ。今はクラッチレバーを離して
クラッチがつながった状態だよ。アルミ板で測定基準を作って測った感じでだいたい 13mm ってとこだね。クラッチレバーをいっぱいに引いた状態で 11.8mm くらいになる。クラッチプレートの移動は 1.2mm 程度って感じだね。これはマスター 17.5 とプル15の組み合わせで、フルロットの引っ張り量は 11mm、フルロットを 1mm 引くことでプレートが 0.92mm 移動する計算になる。次にクラッチレバーをタイラップで固定してクラッチが切れる状態を作った。この状態でクラッチプレートの移動量を測定する。だいたい 0.5mm 移動させて 12.5mm の位置で固定してる。クラッチインナーが手で動かせるからクラッチが切れてる状態だってわかるね。今の結果からフルロットを 5mm 程度引けばクラッチが切れるみたいだね。そうするとこの表のマスターとプルの組み合わせはどれでもクラッチを切ることができることがわかるね。ちなみにケーブル式のクラッチレバーセットでもケーブルの引っ張り量は10から 12mm って感じみたいだよ。ZX10R の場合 5mm 程度の遊びがあって 17mm ほどの移動量だから実質的に 12mm の引っ張り量で油圧化しても引っ張り量は似た感じになるね。最終的な選択としてはマスターは 15mm を使って軽めの操作ができるようにする。フルシリンダーは 15mm 系を優先候補にしつつ実際にバイクを走らせてレバーのフィーリングと相談ってとこかな。クラッチを油圧化することでケーブルタイプと比べてレバー操作力が劇的に軽くなることはないかな。ただマスターとプルシリンダーの組み合わせで好みのフィーリングを選択できるメリットがありそうだ。それとケーブルと違ってホースの配置に自由度があるからメーターを避けた配置にできるのもメリットだね。ただリザーバータンクが追加になってカウルとのクリアランス確保が面倒だったね。デメリットとしてはコストなんだろうけど、これは中華製を使うことで多少緩和ができる。その反面中華製ならではの耐久性が心配になるってところかな。NSR の油圧クラッチ化をやってる人は少ないだろうから極物感を出せるのがウプ主的に一番のメリットだね。これからも DIY カスタムの情報やノウハウを動画にするからチャンネル登録しておいてね。